皆さんこんにちは、山カフェです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、こちらですね、メタクエスト3です。これの体験をしてきましたんで、見ていきましょう。はい、ということでですね、なんと光栄なことにメタクエスト3の体験会にご招待いただきまして、約2時間ほど体験することができましたので、その体験をね、皆様にお伝えしていこうと思います。今日はですね、メタクエスト3の、なんだこれ、発表会っていうのかなに、招待していただいて、実際に触ってみたんですけども、これがすごいです。まずそもそもメタクエスト3っていうのはですね、メタクエスト2プロときて、3ということで、かなりね、パワーアップしてるんですよね。今回ね、注目すべきは多分ね MR なんじゃないかと思いますね。基本的にはパススルーといって被った時に、カメラで現実世界を捉えておいて、その中に仮想現実をマッピングする、そんな感じなんですよね。これがすごい、本当に解像度が高くてですね、本当にその場にいるような感じになるということです。でまたゲームとかアプリによってはその MR と VR を切り替えてうまいことね体験することができるということです。でしかもこの VR の解像感の高さっていうのが本当にすごくて、簡単に言うとテーマパーク自分の部屋に持ってきてみたいな、そんな感じなんですよね。もうテーマパーク行く必要ないです。はい、もうそんな感じで遊ぶことができるということで、本当にびっくりしました。で今回のですねポイント、メタクエスト3のポイントは VR と AR そして MR ということなんですね。でこのメタクエスト3ではですね、この MR を支えているのが進化したプロセッサーと MR センサー、そしてパンケーキレンズというそういう感じなんですね。エンターテインメント感覚で言えば、家にディズニーランドがやってきたと、それくらいにエンターテインメント体験は素晴らしかったです。投影される画像はリアルというか、かなり詳細に書き込まれている感じですね。ハードウェアはメタクエスト2と比較してですけども、2倍以上のグラフィック性能、解像度は 30% 向上して 4K 以上の解像度、オーディオも再生音域の音量が 40% 増えているということなんですね。でメモリも 8GB とメタクエスト2から比較して 33% 向上しているので、ゲームなんかもより快適にプレイできるということなんですね。それから MR センサーっていうのも RGB カメラを2台搭載して周囲の状況をフルカラーで表示しちゃうわけですよ。メタクエスト2の時は確かねモノクロだったっていう風な感じなので、これがフルカラーになっているということだけでもすごいと思います。でパススルーでは、クエスト2の約10倍、それからメタクエストプロの約3倍の解像度というから、その進化はねすごい、進化僕知らないですけど、今回体験して本当にすごかったと思います。カラーパススルーによって下界の様子がねこうカラーで分かるということがすごいんですけど、僕は実際ちょっと試してないんですが、一緒に体験した人によればですね、スマホの画面もチェックできるよっていうのでめちゃくちゃ喜んでたんですけど、これがですねヘッドセットをつけたままでもかなりねいろんなことができるようになってめちゃくちゃ便利になったんじゃないでしょうか。解像度に関して言いますと 4K を超えるということなので、片目あたり 2064×2208 という、この解像度なんですね。でリフレッシュレートは 90Hz ということです。で光学系のパンケーキレンズでシャープさも 25% 向上しているということなんですよ。このですね薄いパンケーキレンズを採用することですごくね鮮明に画像が表示されるわけですね。それから素晴らしいなと思ったのがルームキャプチャが自動でできるということなんですよ。自分がいる場所と部屋のマッピングから自分がね動ける範囲を自動で認識してくれるんですよね。これでメタクエスト3を装着したままでも部屋の中でぶつかりそうになった時に検出してくれるんですよね。で僕個人として嬉しいのはこれですね、メガネをつけたままでもヘッドセットを装着することができるというのが良かったですね。それからですね、アクセサリー類も色が選べたりとかして結構ね、豊富に発売されるということなので、自分用にね、カスタマイズしていくということもできるんじゃないでしょうか。
お値段です。メタクエスト3ですね。容量は2種類です。128GB のものが74,900円。512GB のモデルが96,800円で、9月28日、今日ね、これ見てる方、9月28日予約開始で、10月10日発売開始ということですね。で、購入はですね、メタのオンラインストア、もしくは Amazon とかビッグカメラとかね、小売店なんかでも購入可能ということでございますので、ぜひチェックしてみてください。ここから先はですね、僕が実際に試した感想をちょっといきましょう。で、個人で遊んだゲームはいくつかあるんですけども、どれも本当に画像が高精細です。カメラっていうのかな、投影する画像がすごい綺麗なので、没入感が本当すごいんですよ。で、僕は、普段は、いわゆるAR なのかな、AR、MR、サングラス的なやつを使って仕事とかするわけですけど、それとは全く違う異なる没入感ということで、いくつかアプリを試させてもらったんですが、やっぱりさすがにちょっとあまりにも解像感が良すぎて、それから移動ですね、画像内の移動を伴うアプリとかだとちょっとね酔うというところもあったという感じでしょうか。この辺りは僕ちょっと三半規管がね弱いっていうのもあるんですけど、仮想空間に入り込んでしまったかのように錯覚するわけです。この体験では、30分ちょっとぐらいだったかなのゲーム時間だったんですが、バッテリーは半分手前ぐらい前まで、消費していたという感じですね。で、担当の人に聞いたら、さっきね発表になりましたけど、交渉でのゲームプレイ時間というのはだいたい2時間前後というふうにおっしゃってたので、遊ぶゲームとかによってね、だから通信環境によって、CPU パワーを使ったりすることで、バッテリー消費時間っていうのは変わってくるということですね。個々人で遊んだ後は、体験会に招待された他の方と一緒にね、複数人でオンラインに参加してゲームを遊ぶということもしました。ほらほら、上がってこいよ。リング上がってこいよ、ほら。なんでジャンプできんの？周囲にあるピンクっぽいやつ乗ったら大きくジャンプできる。ピンクっぽい？四隅にある。青うまい、よしよし。あと7秒。6。4。完璧に攻略を見つけましたよ。すごい。それでこちらのバンドの体験が本日こちらで終了となります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、こういったね仮想空間に集まって遊ぶっていう体験は面白いですね。本当面白かったです。で、これだと、オンライン上でね距離的に離れた人が集まってね遊ぶってこともできちゃいますよね。もうこれかなりね盛り上がったんですけども、僕は本当に下手くそで本当に何回もねボコボコにされてめちゃくちゃ面白かったです。今後ねやっぱりオンラインで何か対戦できるみたいな形になってくるとすごく可能性が広がるんじゃないかなと思いますね。もちろん VR チャットみたいな感じで、チャット空間というか、VR 上にね集まってチャットするっていうのもあるんでしょうけど、ゲームをオンラインでしかも VR の中でするっていうね、なかなかこれは本当に未来が現実になってきたぞという感じですね。でもうね体験会終わって最初の一言がやばいっていうね、もうその3文字でしたね。いや本当にすごい体験でめちゃくちゃびっくりしました。でヘッドセットをね外した瞬間にお帰りなさい現実っていうような感じなぐらいに本当にね仮想空間に入り込んでしまったということなんですね。今後は4ビジネスの展開があるということで、仕事的にどんな風に使えるかなっていうのもちょっとね楽しくなってきますよね。複数人がこのヘッドセットを装着することで、お互いがねリモートで作業していたとしても同じ仮想空間にいることでリアルなコミュニケーションをね実現することができれば、リモートがリモートでなくなってよりねオフラインに近いことができて、生産性の高い仕事をこなすことができるんじゃないかという期待もあるわけですね。
で、今回の体験会はね、メタクエストはもともとこのヘッドセットだけで遊べるっていうのが売りなわけですけども、ヘッドセットだけでゲームをしたりね、して遊んだわけです。で、これね、PC につないで拡張するということも可能らしいので、さらにね、試したいことが出てくるという感じですね。一点注意が必要なのは、座ってね遊ぶこともできるし、歩いてね遊ぶこともできるんですけど、その歩くのを歩行モードと言いますけども、歩行モードで遊ぼうとすると2メーター ×2 メーターの障害物のない床面積が必要ということなんですよ。で、僕のこの部屋だと、正直この2メーター ×2 メーターを確保するのはちょっと厳しいかなという感じなので、部屋のね掃除とか、もしくはレイアウトの変更を含めて考えた方がいいかなと思います。もしかしたらちょっとリビングの方に持ってって遊ぶとかっていうこともちょっと考えた方がいいのかなと思いましたね。ということで、質問がありましたらコメント欄まで、チャンネル登録まだの人はチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。それでは次の動画でお会いしましょう。